こんにちは、アカデミアの富代です。今回紹介しますのはマッシュルームヘアカットと呼ばれるグラデーションをテーマに練習します。このグラデーションとはヘアカットの仕方基礎1で紹介しましたように、床に対して頭を垂直にし、床に平行のラインよりも少し下にパネルを引き出し、直角にカットした段差のことを言います。ですから正確に角度を引き出す練習として前方45度に引き出しカットしていきます。なぜ正確なカットの引き出しが必要かと言いますと、左右対称にカットするためになります。実際にカットしていく場合、例えば右側をカットして左側をカットする場合など、何か目安や引き出し角度を決めてないとなかなか左右対称にカットすることができません。また前方45度に引いた時のグラデーションの段差が前から見た時に顔の輪郭に似合っているかどうかにも関わってきます。この基本ができて、その他の角度を引き出しカットすることでヘアスタイルのバリエーションも増えるでしょう。動画では前方45度に正確に引き出す方法を解説しますので、まずはご覧ください。ここでは前方45度に引いてカットした切り口が自然に落ちた時の段差を一つの基準に、いろいろな角度の段差を覚え、どの段差が顔に対して馴染むか、またウエイト位置はどれが似合うかを掴んでください。頭の丸さ、耳の厚み、顎から首にかけてのへこみなど、いろいろな曲線部分に惑わされず、面としてイメージして、いつも頭の位置を確認しながら正確なシェイプと角度をキープしてカットしていきます。グラデーションのスタイルを切りたいと思います。このスタイルの特徴っていうのは、ここで覚えていただきたいことは、やっぱり角度を正確に引くっていうことです。角度を正確に引くことによって、その段差でスタイルを作っていく。まずブロッキングを取ります。今回は馬蹄形ではなくてスクエアに取ります。スクエアの位置は髪の毛が自然に分かれるちょっと前あたり、前頭部と後頭部を分けます。フロントから前の位置が同じかどうかをちゃんと確認をして、だいたい同じでしたらそこでブロッキングをします。サイドセクションからカットに入ります。正確に45度に角度を取るっていうことは、この場合でしたらモデルさんを垂直にして、ここのラインが床に対して平行に取られてます。ですからまずはこういう直角ラインに対してスライスラインを対角線上に取ります。そのスライスラインに対して直角にシェイプすると45度の角度が正確に取れます。では実際切ってみましょう。45度にカットされました。この時にこの上下の角度はモデルさんに軽く指1本触れる程度の角度をキープします。これが浮いてしまったりすると段差が狂ってしまうので、顔に対して指1本の角度でずっとキープして、あとシェイプを45度で切っていきます。下のガイドに合わせてきれいにシェイプをして、指1本浮かせて、で下のガイドに合わせてカットしていきます。次のセクションも同様に。はい、そしたら下のガイドに合わせてきれいにシェイプをして、指1本浮かせて、で下のガイドに合わせてカットしていきます。はい、前方45度にシェイプするっていうことは、後ろから見ていただくと、やはりこれに対して45度に引かれているということです。バックセンターも同様に45度にシェイプをして、
はい、バックセクションはこのセンターラインを過ぎたところまでカットします。やはりセンターラインに対して45度にスライスラインを取って直角にシェイプをして、で下のガイドラインに合わせてカットします。この時に正中線に対して45度に引かれることになります。切れる毛は全部切ります。はい、これで45度に引っ張ってシェイプに対して直角に切るっていうことは、自然に下にシェイプした時にカットラインが45度になるっていうことです。こちらもモデルさんが床に対して垂直に頭がなってるかどうか確認して、ここのブロッキングラインはそれに対して直角に取れてるので、また直角ラインを探します。それに対しての対角線上にスライスラインを取ります。はい、こちら側の反対側、この長さがどこのポジションで切られているかを見ます。今ちょうど鼻の先に向かって切られていますので、そのことを頭に置いて、必ず右サイドの長さは鼻の先に向かって切られてますけれども、初めからその長さにイメージ通り切ってしまうんではなくって、自分が頭の中にイメージが残っている長さよりも心持ち当初長めに切ります。まずスライスラインに対して直角にシェイプをして45度になってるかどうか確認して、イメージよりもちょっと長めに切ります。1、2センチ長めに切りました。この長さがあと何センチ切れば左右対称の長さになるかどうかっていうことを確認して、本当の長さに切ります。はい、フロントセクションは左右対称に切れているので、同時にバックセクションも見ます。このバックセクションの長さも左右対称かどうかを見ます。OK でしたら次のセクションに進みます。やはりスライスラインをまずは対角線上、直角ラインに対して対角線上に取って、スライスラインに対して直角にシェイプして直角にカット。やはりフェースラインから指1本浮かす、先ほどと同じ状態にしてカットしていきます。次のセクションも同じようにしてカットしていきます。シェーピングをスライスラインに対して直角にするということと、フェースに対して指1本だけ浮かすということ、それを守って切っていきます。あとは同じように下のガイドラインに沿ってカットをしていきます。45度にシェイプして切れる毛は、切ります。バック部分も同様にカットしていきます。前方45度に引くということは、頭が丸いので結構角度が惑わされやすく、それに惑わされないようにいかに正確に45度に角度を引っ張って直角にカットするかということだと思います。センター部分はクロスオーバーさせてクロスして切れる毛があったら切ります。トップセクションのカットに入ります。まずセンターに分けます。
右サイドからカットに入ります。はい、同様にこのセンターに対して、直角45度にシェイプをしてカットします。実際はこういう具合に頭が丸いんですけれども、ここはこの板状にこう乗せてくるような感じでカットします。頭を四角をイメージしてサイドの面に合わせてカットするようなイメージで切ります。はい、こういう感じ。そうしましたら次のセクションもやはり頭はこういう具合に丸いんですけれども、その丸みに沿ってカットしていくのではなくってサイドの面という感じに捉えて45度にシェイプします。この時に真横からこう見た時に頭を垂直に対して床に対して水平ライン、ここの角度がやはり45度っていうことを確認して上がりすぎたりいろいろしないようにします。下のガイドに合わせてカットしていきます。反対側も同様にやはりセンターに対して45度にシェイプをしてスライスラインを取ってでカットします。はい、あとはもう下にガイドができてますので、それに合わせてシェイプを45度にシェイプして直角にカット、それを心がけて切っていきます。ブレンドさせます。多分このように三角に切れてると思いますので、この三角の頂点の部分を取ってブレンドさせました。それに対してもう一度カットします。微調整をしてカットします。そうしましたらチェックカットに入ります。チェックカットはまず真半分に分けてモデルさんに頭を45度に下げていただきます。真下にシェイプして頭を45度に倒すことで真下に毛をシェイプすると45度の角度で切ったのと同じことになります。この時に正確に切れているとワンレングス状態に切れることになります。細かい長い毛が出てきたらここで修正カットします。はい、頭を45度に倒してもらって、ワンレングス状態に切れていれば正確な45度が取れたということになります。
はい。では図解でもう一度詳しく解説しましょう。正確に前方45度にパネルを引き出すためには、頭を垂直にして頭頂部のブロッキングラインを床に水平に取っておくことで目安ができます。また図のようにブロッキングラインから四角をイメージし、その対角線上にパネルを引き出すと45度になります。特に最初の元になるガイドをカットするときには正確性など慎重に行いましょう。また横から見た時の45度の角度の引き出しと上から見た時の角度の引き出しも注意が必要です。ですから横のサイドからどのくらい離れているのか角度についても注意しなければなりません。この時も基礎の1で説明したように頭にボックスをかぶせた時の横の面に沿って引くようにイメージすると分かりやすいと思います。基本的には引き出し角度がビーズのように顔から離れないように正確にパネルを引き出しましょう。また正確なパネルの引き出しはブロッキングラインや垂直ラインから四角をイメージしてエイズのようにスライスラインを対角線上に引くことが大切になります。スライスラインが正確に引かれていることで毛束の引き出し角度が正確になります。前頭部と後頭部を垂直ラインで分け取り、左半分をカットしたら右半分をカットして左右対称にできているかどうか確認後、バックセクションに移り図のようなスライスラインでカットを進めます。バックセクションも含め両サイドがカットができましたらトップにカットを進めます。トップセクションはセンターに分けて図のようにカットします。この時にイメージするのはボックスの横の面に沿ってカットすることです。顔や頭の丸みに惑わされることのないようにカットを進めることです。これが前方45度のグラデーションカットの基礎になります。ワンレングスでもバックセクションをカットするときに経験したように平面としてイメージしてカットすることです。この図のように前から見たときに45度のグラデーションの段差がどのように輪郭にフィットしているかを見てみましょう。前方に引く角度90度ではなだらかな段差になりますし、45度ではどうか、15の時の段差などの調節が顔の輪郭に大きく関わってきます。まずは前方45度に引き出した角度の段差を一つの経験として覚えておきましょう。図のように平面で捉えてカットしていきます。カットができましたらチェックカットをします。45度に正確に引き出してカットできているかどうか、45度に正確に引き出してカットできているかどうかのチェックカットは、お客様の頭を45度前方向に倒してもらうとセンターから分けて下に紙を溶かした場合、ワンレングスにカットしたようになります。このように倒した場合、両サイドワンレングスにカットした時のように床に平行に一直線にカットできていれば正確にカットができていることになります。また毛流等によってラインがずれているところもあります。その場合その部分を修正カットして終了になります。はい、以上になります。前回も言いましたが、カットの基礎の大切さを理解していただけたでしょうか。実際に体験してみることであなたの基礎としてのカットの自信になると思います。何回も言いましたが、このようなしっかりした基礎ができてクリエイティブワーク、創造性などが生まれてきます。気に入っていただけたらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。概要欄に過去の基礎カット動画を紹介していますので、合わせてご覧ください。また関連ブログ記事もご覧いただけたら嬉しいです。次回はハイグラデーションのカット方法を紹介します。ではご視聴ありがとうございます。またお会いしましょう。さようなら。